どうも、黒高です。おいどんです。アピです。ノラです。今日の ED 対戦会はこのメンバーで対戦していきます。それではやりますか。生き残るのはただ一人。ようこそ ED 対戦会へ。今回僕が使う逃走者は湖に潜むものエムリーです。このカードはですね、あなたがコントロールするアーティファクト1つにつきマナーコストが1少なくなるという効果を持ってまして、アーティファクトがいっぱいいればかなり軽いコストでなることができるような逃走者となっています。また戦場に出た時にですね、ライブラリの一番上からカードを4枚墓地に置くことができます。でさらにですね、タップすることで墓地にあるアーティファクトカード1枚を対象としてそれを唱えることができるという効果を持っています。このエムリー、絵で剣を持ってるんですけど、このデッキにもですね、そのフレーバーをちょっと再現するためにですね、戦争と平和の剣の剣サイクルを全部採用しています。この剣をエムリーで墓地から唱えてフレーバーに満ちたプレイをしていきたいと思います。今回自分が使う逃走者はこちら。反復の学部長ナバン。反復の学部長ナバンの効果は、伝説のクリーチャー人間ウィザード。ウィザードが1体あなたのコントロール下で戦場に出ることにより、あなたがコントロールしているパーマネントの誘発型の能力が誘発するなら、その能力は追加でもう1回誘発するという能力を持っています。ウィザードを出すとですね、ETB 能力、いわゆる戦場に出た時に誘発する能力が2回発動するという能力を持っています。ウィザードをたくさんデッキに入れて唱えることでアドを取っていくデッキになります。完璧だ。もう1回やってみよう。今回自分はホーム間の声アトラクサを使います。アトラクサは飛行警戒摂氏反根で、終了ステップの開始時に増殖を行うという能力を持っています。あんまりスピードのある動きはできませんが、カジュアル EDH には向いたカードだと思います。頑張るぞ。今回私が使うのは大いなる歪みコジレック。あなたがこれを唱えたとき、手札のカードの枚数が7枚未満である場合、その3に等しい枚数のカードを引くということで、最大7枚カードが引けるというすごいやつです。で、威迫持ちで点数で見たマナコストが X のカードを捨てると、その X の同じマナコストの呪文を打ち消すこともできるという、いろいろな対応ができるカードだと思います。エルドラージが出てきたらすごい。エルドラージが出てきたらやばい。エルドラージが出てきたらスケアリーということで、何体か出てるので、出てくればいいかなと。以上。1、2、3、4で5、6アプリ直して。じゃあ自分から。じゃあチェック。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあまずどうします。文字を置きます。そして、場所の巡礼者をいいカードを。はい。いいね。無限地帯だ。はい。どうします。同じく無限地帯を。おしまいです。ドロー。ザルファーの虚空を出して、はい、ザルファーの虚空が戦場に出たとき、戦術1を行うウォール。どうぞ。行うウォールって書いてある。本当だ。そんなテキストミスが。誤色が。行うウォールって読めねえ。はい、はい、エンドです。もらいます。はい。タップします。ドローします。で、1点を置きます。はい。無色マナー、緑マナー、白マナーで、ウェルをします。はい。で、ロゴを探してます。はい。探したと何かする？いや、しないかな。了解。じゃあ、ドローします。死肉あっさりの血をプレイして、2マナで冷徹の真実をプレイします。色は青を選択します。はい、終了です。はい。ウッドエルフで繁殖域をプレイします。はい。はい。あなたが肉道、島を出して、おしまいです。ドローはスコフォスの迷宮を出して、2マナで思考の器。手札の上限がなくなります。エンドでもらいます。はい。タップします。どうします？奴隷拠点から無色マナー出します。緑マナー出します。火の印鑑をプレイします。はい。はい。お、いいカード。火の印鑑、緑マナー出します。エルフの神秘がプレイします。はい。お。めちゃくちゃ加速してんのよ、みたいな。超早いんだけど。超早い。実はめちゃくちゃ早いから。島とか2枚土地並べただけだね。アバッシュの巡礼者から白マナと、緑マナー出します。鹿の神秘化をプレイします。はい。やばい。あそこすげえ快調だぞ。
めちゃくちゃ順調やん。めちゃくちゃ強い勝負してるよ、あそこ。早く一掃してるじゃん。一掃できないし。色的にもう無理やから。一掃するからじパーゃない。マネント全部とかしかないからね、もう。征服者のフレイルを探してきました。装備しているクリーチャーはあなたがコントロールするパーマネントの中の色1色につきプラス1プラス1の修正を受ける。征服者のフレイルがクリーチャーにつけられている限り、あなたのターンに対戦相手は呪文を唱えられない。はい。で、これを半分に加えます。で、このターンはおしまいです。はい。アンタップ、アップキープ、ローと、2マナで無限地帯を作ります。島を2枚タップインします。はい。バントレス状をプレイします。バントレス状を出したら1マナでミスティックリモーラー。クリーチャーでない呪文だったら4マナ払わないとワンドローします。 4マナ払えはい殴っていい殴りか置かかっていい。ざるを得ない。うん置かざるを得ない。終了です。はい、いただきます。島出して、艶やかなおじかを出しました。土地達できるやつですね。一気にいただけると。で、おしまいです。草原感が増してるな。エルドラージの陣を出し、はい、1、2、3、4マナでジョイアの使い魔。歴史的な呪文を唱えるコストが1少なくなります。はい。アーティファクト、伝説英雄ターが1少なく。おしまいです。ターンもらいます。はい。で、アトラクションをします。はい、出ました。戦闘で、ウッドエルフ、石風の神秘家、エルフの神秘家で殴ります。はい、3点。おかしいな。何も悪いことしてないんだな。一回もどうしない。いいんじゃないそれでいいんじゃないモグロレスじゃないんだけど。はい。で、エネルギーカウンターを増殖して、このターンをします。はい。アンタップ、アップキープに1マナ払うか否か。いや、どうも。連合の秘宝を使います。はい、OK です。で、このターンは連合の秘宝を使っちゃって、2マナ、カウンターを1個乗せて、出します。で、終了です。はい、いただきます。で競技会の座席を出しまして、で1マナでペンデリーを唱えます。一応2マナ、アーティファクトが2枚あるんで、1マナと。で、出たときに、ライブラリーの上から4枚、墓地に置きます。1、2、3、4枚。大体墓地。で、そこら辺が墓地に落ちましたと。で、タップすると、この墓地にあるアーティファクトを唱えることができるという効果になります。で、おしまいです。はい。タップ。統率の灯台を出します。はい。1マナで友の石。はい。軽い。軽々出して。いや、石を出しました。ワンドローなんで大したことないですよ。だからどうぞ。よし。はい。で、ここから先はちょっと考えた方がいいけど。ジャンクダイバーを出しまして、戦闘でジョイラの使いまで AP さんは2点、2点、35。聞いたからね。うん。エンドです。難しいな。どうします？サイリオンの権利を使います。で、レモラを。はいはいはい。そうです。あ、自由に動けるようなチーム。ありがてえ。クリーチャーで割ってくるのがいるね。全く優しくない。征服者のフレイルを唱えます。はい、はい、です。戦闘入ります。どうぞ。ウッドエルフと石狩の神秘家で AP さん。はいはい。アトラクサで、ブロックしないです。はい、じゃあ、ダメージ。はい。別に飛んでたからこっちも殴るだと思うけど。統率が4点。半分で4点ゲインします。増殖して、このターンをします。じゃあ、私は、市販の占い駒をナバン先生をプレイしたい。完璧だ。どうぞ。もう完璧ですよ。買い物の進化。ああ、ドローできるやつね。カード2枚見て、1枚を手札に加えて、1枚をライブラの下に置くが2回誘発しますので、強い。まず2回、1回で、2回の誘発。1枚下に置いた。旅人のガラクタを置いて終了です。はい、そしたらエンド時に2点地帯を生贄させて島に持ってきます。おーい。邪神の陣を出しまして、2マナを埋める状態ですね、今。はい。
アメさんが友情プレイをしてくれてブロックしないんだったら、フレイはなんとかなるかもしれない。談合している。談合がね。ダメージこいつは死んでいやも困るだけだからブロックしないです。ああ、じゃあいけそうだね。自動的にブロックしてる。いけそうなことが起こりましたね。じゃあいきます。はい3マナで、金剣と攻撃の剣、黒赤剣ですね。装備するとプラス2プラス2修正とプロテクション黒赤を得て、で、ダメージ与えると、フレンズウォーカー1体とアーティファクトを破壊できるっていう効果です。で、2マナで、この小鹿に装備します。はい。で、戦闘フェーズ入りまして、で、小鹿で、ノラさんの方にアタック。はい。で、4点ですね。僕はしないので。はい。じゃあまず4点が。で、その後にアーティファクト破壊で、じゃあこれを破壊します。これを破壊します。痛い。パキッと。はい。墓地です。はい。エムリーの効果を使って、墓地からですね、旅人のガラクタを1マナで唱えます。で、おしまいです。領事の鋳造書を出しました。はい。1マナでソルリングを出しました。ただで出せる。あ、そうですね。ソルリングはただ1マナもいらないですね。ただで出せる。強い。ということは、めっちゃ相殺されるわ。コジレックが出ました。で、唱えたとき、手札が今1枚なので、6枚引きます。はいはい。ただで出せるんだ。通電式キー。ああ、はい。通電式キーを移動して、ソルリングを、そのマナを使って、1マナで出せるんですが、街の鍵を出しました。街の鍵ってどんなでした？街の鍵は、タップしてカードを1枚捨てると、クリーチャー1体がブロックされなくなる。ああ、やっぱそうだね。アンブロになるやつですよね。で、アンタップ状態になった時に2マナ払うとワンドローできる。終わりです。いやー、やばすぎる。ターンもらえます。やばみがすごいです。楽しくねえかな。で、アミナトゥをプレイしたいです。おー、はい。プラス1能力で1枚カードを引き、1枚デッキトップに戻す。アミナトゥ以外のパーマネントをブリンクします。これは出て OK？ ああ、そう、3マナで一応打ち消せばするってこと大丈夫です。はい、取り戻しました。アミナトゥのマイナス1能力を最優の賢者をブリンクします。はい。街の鍵をおー、ナイスプレイ。ナイスプレイ。戦闘入ります。アトラクサでノラさんをパンチします。じゃあ、ガラクタムーディブロックします。はい。じゃあ、ハンコンで4点ゲイン。はい、どうぞ。で、街のじゃあ、鍵が7までうん街の鍵が手札に。何マナでしたっけ2マナ。2マナ。2マナ戻った。 2マナが戻った。今めちゃくちゃ大事だよ。めちゃくちゃ大事だからね、今それ。重要だよね。重要、すげえ重イレン・アフレの杯をプレイします。じゃあ、土地捨てます。打ち消しはい、打ち消して。消されました。ひでえ。ゼロ出てきちゃった。あんまないと思う。あんまないあったがある。フラグ回収がやる。で、増殖します。はい。アミナトゥが3になり、拠点のエネルギーカウンターが4になり、このターンはおしまいです。要。はい。アンタップとりあえず一回打ち消させようかな。ああ、一回もうさっき2マナあるの分かってるから、そうだね。捨てなきゃいけないわけですそうだね、やるとしたらね。そうとりあえず一だか回ら何をね、犠牲にしてそうですね。ね。まあ現実変容。ああ、除去ってことっすね。そうだから、打ち消さないと追放されますから。はいさすがにこれ100%打ち消せるし。うん。まあまあ、そうです。じゃあ、街の鍵を。はいはい。まあそれはもうね、予定調和だはいこれは。インプのブレイクをプレイしたいです。もう、交換するやつだ。これもやばいよ。今だ。今だ。ないです。おーやったーまさかの。まさかのコジレック僕のものだこれは。やべマジかね。現実変容を踊りに金粉どうせどうにかなるやん。何かあったよね、本当に。一気にやばいとこ変わったよ、これ。ありがてえ。で、まあ、旅人のガラクタを割くってターン的には終了。殴りはしないので。はい、はい OK です。アンタップ、アップ、キープ、ドロー。タミさんと協力プレイ。大丈夫かなまた、また、タミさんライフが出ることも。ブロックする。今回は全然ブロックできちゃうからね、別に。ブロックしない理由はあんまないんですけど。ただまあ、通してくれたら、ここのアーティファクトと、なんか、もう一個。アミナトゥもうやれちゃう。おじゃあ多分いけそうだな、このプランは。もうプランはちょっといけそうなことが判明したので、犠牲になればいいでしょ。 4点くらいをちょっと犠牲になるくらいですね。はい。2点交渉を出しまして、
戦闘フェーズ入りまして、はいじゃあ艶やかなおじかで、ノラさんの方にアタックします。はい、何かあるということなので、はい。ちょっとすぐ。スルーという形で、じゃあ4点を。戦闘ダメージ入ったんで、プレイゾーカー1体とアーティファクトを破壊できるということで、とりあえずダミナッツ破壊。僕は悪いことしてないのに。プレイゾーカー出てきちゃったから。出てくる。対象取れる以上ねそうそうそう。で、パクト1個なんで、秘宝かな秘宝バトル。決まります。さらば秘宝。ありがとうございます。協力ありがとうございます。ご協力に感謝。ちょっと今バランスを取ってね、破壊しただけで。盤面のバランスを取っただけだから、今。バランスやっぱ大事じゃないですか。だってアッピーこれいたらまたブリンクされてね、これ割られる可能性とかもね、あったわけだからね。バランスを取ってないんですよ。正常だな。はい。政治をちょっとね、今。政治的発言をね。そう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 。3マナでダークスティールの満金夜を破壊不能を得るっていうやつですね。で、今、クリーチャーでないアーティファクトが今、僕7マナ分あるので、金属製の巨像、クリーチャーでないアーティファクトの全部マナコスト分だけ軽くなるんで、7マナあるんで4マナで出せます。4マナ一応こいつが出せるという感じですね。ボディマッチョで。まあ、こいつよりかちっちゃいんだけどね。若干ちっちゃいんですけど、まあ、一応10という。さすがにね、俺のハンドに11万の。ああ、そうだね。やっぱ3マナと今11マナできたことだね。そうだね。そうだね。で、おしまいです。はい。ドロー。はい。マナクリプトがタダで売ってるんですか？いや、もう元からなんだけど。どうしますか？いや、大丈夫です。あと土地捨てれるから。土地がない。ああ、じゃあダメ。数。土地がない。うん捨てないってことはそれだ。さすがに捨てたいんだって。そういうことね。やりたい、やりたい。やれるならやりたい。こっちも出しますね。オークションに。おー、すげえ。いや、エムラクールじゃねえか。エムラクール。された週末、エムラクール。これ13モナで、今、減ってる分が墓地にタイプが2種類アーティファクト、土地、クリーチャーがあ、そっか、3種類だから。10マナでいける。で、ここで4マナああ、4マナ減って9る。マナで出しました。はいはいはい。消す。13マナ。これは、さすがにないかな。唱えたとき、プレイヤー1人を対象として、次のターンを得る。はい。じゃあ、AP さんを対象で洗脳します。次のターンですね。で、その後、で AP さんがまた得る商品に戻って、はい自分のターンを得はいる。こうトランプルプロテクションインスタント。強プロテクションインスタント。強い。やべえな、番組やべえな。怪獣大戦争。おお、一箇所から出てきてるから。重々ちっちゃいんだけど。そう、ハンドにもうおったか。ここ殴れるのが、3じゃあ、ライフのはい。いただきます。3点いただきました。はい。 37。はい、エンドです。はい、どうします実地研究者食べるってなったんです。封印されてしまう。封印能力がね。あ、そうか、そうできるね。ただね、俺次のターン洗脳されちゃうからさ、なんか反動残しとくのが面白くないっていうだけの理由で打ち消すと。ひでえ理由だね。これもエムルクルの作戦のうちの一つ。うん戦闘に入りたいです。そうそうじゃあ、トラクサで、この瞬間の恨みを考える。まあまあそうだね、確かに。確かに。確かに。そもそも打ち消してるからね。で、はい、4 4人点します。はい。増殖して、このターン終了です。これちょっと、別に。ただ見るだけだしな、これ。なんだけだったら。はい。よいしょ。はい、OK です。そうだね。アンタップ、アップキープまでやったるな。じゃあ、ちょっとジュース買ってきてもらって。そういう操りはない操りじゃない。どうぞこれからですね。戦闘に入りまして、はいコジレックで、己を、はい。ナバンで親丼を、新刊で、はい黒田さんをアタックします。はい、OK です。じゃあ、ミラクールでコジレックをブロック。はい、じゃあ、2人だ。そうです、2 2回ですね。人これでブロック。で、私はじゃあこの虚像でこいつブロックします。アトラクサでブロックします。はい、OK です。じゃあそういう感じで、ここだけが、別に、はい、ここが死はい。で、ライフが回復。ハンコで4 4点点はいゲインします。大メインで、意外な授かり物。自分の手札を振って、この枚数のカードを3枚ですね。設定3枚引く。はい。はい。意外と少ない。確かに。みんな消耗してた。サイクロンの裂け目を出おーして、1枚適当に誰か。ごめんなさい、トラクサを。引いて移動して、好きな順番に戻すね。はい。ここまでカードがはい。戻るを、ガンドローで戻ると。で、このまま戻ると。
で、PP さんのターンになります。はいはい。洗脳が解きました。めちゃくちゃされてんじゃんね。めちゃくちゃそういう効果だから。ひどい盤面になってるね。しょうがねえ、これはしょうがねえ。エムラクールじゃそういうカード。すごいやつだね、本当に。あれはしょうがねえ。さすがにここがやっぱりやばいなっていう方になっちゃった。よいしょ。しょうがないからね。できることを最展開でやっていくしか俺にはとりあえずこのターンはないので、で、チャーして、ジュエルドダメージとって10ダメージと。はい。あ、占い駒をプレイして、10ダメージとプレイして、はい1マナ出して、チャージ、青をチャージしますと。で、終了です。はい。ワンタップアカデミーの廃棄を出します。アーティファクトを墓地からライブラリトップに載せるとですね。大江戸と協調プレイが、大江戸ライフいっぱいあるからね、ちょっと減るくらいだったら、今いけるわよ。協調プレイがいけるね。いつでも来い。はい。もうなんか鹿がアタッカーとかしてくる。鹿メインアタッカー。メインアタッカー。鹿が相手にヘイトを与えないように殴るっていう。せめて鹿に装備して殴るんで。鹿が剣加えてきて。鹿の甘がみに許してっつって。鹿さくる気ない。ナイス鹿ですね、これは。これはね、強いクリーチャーだとちょっと殴らせるの嫌だからね。そうだね。ちょっと殴られるの嫌だなってなっちゃう。ねまあ、鹿ならしょうがないか。完全にそういう感じだった。死んでもいいし、うん何でもいい。セントフェイズが入りまして、おじかで大江戸の方にアタックして、で、この金属製の巨像でハッピーにアタックします。いいよ。はい、お時間通します。じゃあ、4点で、で、こちら10点です。 3枚見ます、とりあえず。はい、OK です。まあ、いや、どうぞ。しょうがない。はい、じゃあ10点と4点で。ダメージ与えたんでアーティファクトを破壊できるんで、どれやろうかな、ソウルリングかな、やっぱり。はい、ソウルリングをまずは、はい。モックスアンバーを出します。伝説のクリーチャーいるんで、好きなマナを埋めます。エムリーを使いまして、墓地にあるアーティファクトを唱えます。じゃあ、この金の2カード層。発見あ、極めライフが変動したくなります。おしまいです。はい。クラウド。3点ですね。あるので、ゼロマナで出ます。出た、強いやつ出た。今回の。しかもハンコン。ハンコも持つようになりますね。エムラハンコンすんのかよ。エムラハンコやば。こっちを出します。はい。この段階でコジレックが出せるのが、装備したいんだな。じゃあ、装備して、はい、装備した。はい、メラクールに装備しました。はい、14、14、トランプがそうしていたとは、本当トランプって先方に入ります。どうぞ。私のライフは変動しません。ハッキンがね。ハッキンが何言ってるかわかんない。私は殴ってもいいですけど、変動しません。ライフは変わらない。じゃあ、減る人を殴りましょう。エムラクールで、大宿アップ、14点、トランプル、ハンコン、飛行。はい、ブロックできません。なります。14点。ごめんなさい、これで、これも飛んでるから。6点で。さらに追加2点。あ、で、ハンコンね。ハンコン14 点。39。マナでワントグロイ。また回復だよ。硬いな。硬いな。どうですかね。はい。ハンターします。ドローします。続きの魔導士を。はい。さあ、いいね。はい。ゴミ缶のサーベルを探して。はい。好きなやつだ、俺。俺だと言ったらゴミ缶サーベル。そうそうそう。最初のデッキから全部3つ入ってる。普通はデッキの時はそれ入ってる。普通は入れないね。4色だったらね、結構強い。アドが取れる。で、ハンドに手札に。はい。色あせた城塞をプレイします。はい。ゴミ缶のサーベルをプレイします。はい。ターンは、増殖だけして、おしまいです。で、そしたらじゃあエンド時に旅人のガラクタ起動して島をサーチします。コマで3枚見ます。1枚変わったからだ。アターパークキープでドローします。ウルザの後継カ
出しまして、プラスを使って、1番から2枚のカードを公開して、対戦相手1人選んで、その人が1枚選んで、1枚を手札に加えて、残りを銀カウンターを置いた状態で追加するというカードです。まず公開するんですね、2枚。1枚。今、もうどうでもいい。どうでもよかった。どうでもよかったね。はい。じゃあ、親丼選んでください。はい、じゃあ、島を加えます。で、これ銀カウンターを置いて、なんかツイート。で、島を加えました。ランドセット。解決策が見つからずってことだったね。なんともならん。さすがにトップ2枚だけで解決策を探すのはちょっときつかった。また協力プレイで影槍を割るってことができる。それくらいしかできないというね。2マナで精霊信者の気を出します。はい。装備すると土地持ってくれるやつですね。アタッカーという名のシカちゃんに。重武装なシカ。談合は特にせずに、とりあえず殴る感じにしようかな。で、2マナで鹿に装備しました。はい。はい。戦闘フェーズ入りまして、上からのおじかを親丼で、金属製の胸像はじゃあ、ハッピーの方にアタックして、で、アタックしたんで、精霊信者の剣で島を持ってきます。はい。もうさすがにしょうがないな。ベジータ出すしかないの、俺の。ナルメハーナルメハーさん、出てきた。ブロックして死んだって。自分のスペルをコピーするような。ブロッカーとして現れる。はい。鹿はなんかダメージ通した方がメリットありそうなんでどうします？はい、じゃあ、ですね、今5点ですね。はい。はい。じゃあこれで団子成立ですね。はい。じゃあ、アーティファクト破壊なんで、影槍を破壊します。はい。ファクト破壊ですね。はい。エムリーで、この旅人のガラクタを1マナで唱えます。はい。で、2マナ払って、ダークズーンバンキングを白金の帝像につけます。はい、このようになりました。おしまいです。アップキープにはなく。セーフです。反射域。はい。11マナで出ちゃいました。出しました。で、差分のまた6枚。強い。常に最大値で使ってくる。強いよ。最大値。エムラクールとコジェク揃っちゃったよ。あと1人ですね。あと1人はトロフィーが解放されるね。あと1人、1中出せばもう実績が解放される。三振が並ぶことになるっていうドーラー次回の。そういいですね。ワンコとかに。まあいいです。戦闘に入ります。プロタカさんのカーン。はい。ワームトブルエンジンで親ども。私はブロックできないんで、そのままこいつは破壊されます。ウッドエルフで。はい。7点ゲインで。はい。エンドで。はい。ターンもらいます。ドローします。アーボールをプレイします。で、このターンは増殖しておしまいです。はい。キープロールと。どうぞ。タップ。エムリーで、墓地にあるこの戦争と平和の剣を3マナで唱えます。ちょっと墓地ちょっとしてくださいよ。しませんよ。墓地はそのまま放置されたままで。こちらに実例がない限りはもう一生そうなんですよ。特にこれちょっと大丈夫ですか？唱えてる。唱えてる。3のな。唱えてるからね。金属細工し。はい。ドラえもん。OK です。やられてしまった。6マナ。装備をこいつに全部。13までいきました、これで。はい。クイズの時に、通電して4個を起こします。ノラさんの方にじゃあアタックで。死んで、これで2ドローと僕が2体で。
備先を変えます。バンキングロイドで白金の帝像に戻して、おしまいです。はい。生体融合おお。それはやばいね。それはやばいね。毒殺。毒殺だね、それね。これで一人死にますか。そうっすね。先にまで。氷の剣を出します。おー、剣が、向こうも剣がね、バンバン出てくる。氷の剣を装備したい。どうぞ。三村にさらに装備。はい。頭蓋骨締めをワームとウロエンジンの接種の方に装備したいです。じゃあ先頭入りまして、エムラクールで、ワーム2体で大宿。はい。あ、これで19だね。そうです、19。で、こういう感じで。これで、こちらで大宿ね。一応ここまでね、3枚ね。いいとこかな。おります。で、私も通ったんで、死にました。死んだ。2人死にました。死んだ。まあ、どれいかで。はい。どれかということ。ダメージを与えたので、じゃあクリーチャー1体、こいつに2点。はい。で、私はワンドロー。はい。で、このターンに口を出していないので、ライフは動いてない。ライフ動いてない。感染死。死んでます。死んだ。はい。2DCP を使って、マナクリプトを起こしておきます。マナボルトを出します。はい、OK です。はい。じゃあ、ターンもらいます。コンタクトします。ゾロします。ヘッドフェーズ入ります。押します。マナクリプトの裏も出てきた。来ました。トロフィーコンプですよ、もうこれで。素晴らしい。コジモグクール。新しいやつらがね。3体、神が。めちゃくちゃ新しいやつら。新しいやつらで。素晴らしい。揃う。で、2枚を追放すね。アトラクサと、あとなんかブロッカーっぽいやつをね、やれば。じゃあ、魔導士。計略目だ。ダメ押しです。ダメ押しですね。双子が出てきました。とんでもねえ双子が出てきました。ポジティブと全員で殴ります。はい。最後まで生きてたばっかり一番壮絶な死に方なんだけど、これ。オーバーキルもいいので、さらにこれでエンジン6になって、ドックがさらにもう17か。そうですね、要正確には。壮絶。はい。ということで、ノラさんが勝利ということで。ありがとうございます。はい、そしたら今回の勝者はノラさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ウルトラアジが全員ね、コジレックとエムラとウラモンと全員で、さっきウラモンも来たから、まさかの出遅れた感ある。怪獣大戦争がね、だってパワー10以上のやつが4体並ぶっていう、なかなかない。そうですね。まあ、あいつら3体並ぶこと自体がね、最終的にね、双子マスで盤面のパワー50体。10超えが好きそうな壮絶な死に方しましたよ。前期からああやって終わりを迎えたんだなと。そうですよね。迎えてに、それは封印されるわ。ウィザード人間ごとにどうしてもらう。みんな撤退だなみたいな。自分ちょっと帝像でね、ちょっとライフ減らないかと思ったんですけど、完全でバキッと関係ねえよみたいな感じで。で、人の精神を操るは毒に。いや、まあ自分でもよく回った。そうでしたね。今回の ED 対戦会はこれで以上になります。この動画が気に入っていただけた方、もしくは次も見たいという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。